全部大文字でチャンネル。これやばいわ。ガオレンジャー20周年。やばいわ。つえつえの抜けがゲット皆さんこんにちは。レイチャンネルへようこそ。もう早速この3ショットを皆さんにご覧いただいておりますけれども豪華ゲストが2人も来ておりますさあご紹介しましょう。まずはレギュラーゲストのレギュラーゲストの中川元邦です。このまま、12本分、ゲストで登場すると思いますのでもうそれレギュラーですよ。よろしくお願い申し上げます。そして人一倍はい、真ん中で目立っていらっしゃるのが、そして本当のゲストの稲田哲です。部下に呼ばれてきちゃいましたよ。素晴らしい、懐かしいですね。やっぱなんかね、我が名はシュテン。おお。いやでもこれを機に見直したんですけどね、僕の声がまだ若いっすね。そうなんだ。まだ僕20代ですからこの時。そうか。そんな若かったんですか？そうなんですよ。意外と若いんですよ。貫禄あるから全然わからない。20代？当時20代です。いやだだからまあ単純に引き算して19年前ですもんね。そうです。だから27歳ですかね。そうなんだ。まだ30代なの今？いや48です。算数ちゃんと。いやもうカットしないで。いやでもレイさんと稲田さんはね、アフレコルームでね。そうですね。まあ僕でも元邦さんはもうだってガオレンジャーの前から知ってるじゃないですか。だからほら本当はあんまり一緒にいるはずじゃないんですけど、でも知り合いなんですよ。いろいろ共通の趣味がいろいろあって、ガオレンジャー入る前からガオレンジャーの中の人誰も知らなかったけど元邦さんだけ知ってましたから僕は。元邦さんとは僕のデビュー作の「ビーファイターカブト」という作品でアフレコに行って終わったんで帰ろうと思ったら当時お世話になってた助監督の方とあとスーツアクターの小倉さんとねなんか2人して今からジャックルームでファイヤープロレスリングやるんですよ。ファミコンのスーパーファミコンのプロレスゲームでなんかやるんですよ。俺もやってるんですよみたいな話になって「行っていいですか?」ってね。でそこに元邦さんもいらっしゃって4人でタッグマッチで戦うっていうね。あの日のことは忘れられないですね。結局楽しかった。あれ一晩中じゃないけど、いや結構遅くまでお邪魔しましたよね。いやしかもね僕らからすればジャックルームなんて神聖な場所なわけですよ。スーツアクターさんがねそこでただのゲーム徹夜でゲームやっていやハマり場ですけど、もう神聖なジャックルームでねファミコンやってなんてかなり無礼なファーストコンタクトしたんですけど、本当に楽しかったんですよ。いやでもやっぱ共通の趣味を持ってるっていうのは一瞬で友達になれるもんでただゲームやってんじゃないんですよ、プロレスやってんですもんね。だからちゃんと相手の技とかも受けて相手のいいとこ全部出して勝つっていうやり方をしてて、ただ一方的に勝っちゃダメなんですよ、受けなきゃいけない。僕はもっぱら一人でプレイしてたんで、この人たちは本当に楽しいプロレスをやってるなと思って。あれもう一人の助監督って誰だったんですか？目黒さんです。そうなんだ。そうか。目黒さんと小倉さんがプロレス好きだなっていうのはなんとなく知ってたんですけど、まさかねそんなジャックルームでねファイヤープロレスリングをやってるなんて知らなかったから。麻雀じゃないんですけど、やっぱりこうタッグマッチのパートナーが欲しかった3人だとできなかったんですよ。そしたらちょうどアフレコが終わって、俺がね相手ねコンピューターでやるのも味気ないですしね。そう味気ないから稲田さんやりませんかみたいな感じになったんですよね。あれは楽しかった。全然ガオレンジャーの話。そうだよ。もうビーファイターカブトの話もなくねファミコンをやったって話ですよ。男の子たちだ。いやでもそれからですよね。何年後ですかそっから。そっから3年後ぐらい。4年4年後か。4年後ですよ。そこで同じ作品でようやったって感じでね。ねえねえ、井田さん、話の途中だけど、これあるからよかったらお顔を出して。じゃあね、せっかくですからキャストオフしましょうか。
デカマスターっぽいねマスクを作ってもらったんですよ。ありがたい。こういうマスクつけなきゃいけないご時世ですけどね、こういうのつけてテンション上げたいなと。そうですね。なんか戦隊とかも出しゃいいのにね。ねうん。ね、今ウルトラとかありますウルトラ出してるのにね。そう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 もう。欲しい。ね、戦隊のヒーローのね、口の部分をマスクにしたりしてね、そう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 そしたら子供たちつけるの楽しいし。いや、もう早速東映さん作ね、ると思いますよ。ほんとね、うん。一歩遅いっすよ。ここの場所は、ロイヤルハイネスっていう建物ですよね、ここ。そう。多分いや、連絡来た瞬間に、そのために抑えたのかなと思いましたよ。映像では全くわからないと思いますけど、マトリックスの入り口みたいなね、ちょっとね、ちょっとそんな感じがしますよね秘密基地感あるはいね。シュテン様っていうのは、あれ目なんですよね。目。あれはそうですね、だから、各ハイネスデュークは顔のパーツを象徴してるんですよね。シュテンが目で、ウラが鼻で、ラセツが口でしたっけ？口ですよね。だった怖かっただよ。からラスボスは福笑いみたいで、それが合体したでかい顔が出てくるのかと思いましたけど。で、僕たち、デュークオルグっていう立場なんですけど、結構位は高いんですよ。そうですよ。そうは言っても。で、ちょうどシュテン様が出てきた時に、後ろにあった、岩がね、目がピカ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 って光ったら、シュテン様が、オルグマスター様とかって言ってですね。オルグマスターってあれ結局、あれですよね、ラスボスの戦記とも違うわけですよね。違うんです。あれ何だったんでしょうね。それは、僕がシュテン様に聞きたいんです。いや、めっちゃ怯えてましたね。めっちゃ怯えてで、当然、シュテン様が怯えてて、会ったことあるんだろうなっていうふうに思って、我々はね、いつそのオルグマスター様が出てくるのかなって、その話をお聞きする前に、シュテン様お亡くなりになってしまって、その後、裏とかの時にはオルグマスター的な匂わせはなかったんですかね。なんか死んじゃったっていうね、なんか、こと言い出したんですよ、シュテン様が。オルグマスター様が、もうなんか最近何の反応もないのでいつか蘇ると思ってたら自然に死んでた。なんか水槽で飼ってる魚じゃないんだから自然に死ぬってどうよ。だから多分浦様あたりまでは多分お会いになったことがあるらしいんですよ。じゃあかろうじて水槽の中で泳いでたんですね、その時は。でも確実に会ったことあるのはシュテン様はあるはずなんですよ。なんかね、確実になんか怯えてましたしね。めっちゃ怯えてました。なんかね、直属の上司みたいな感じだったんでしょうね。そうなんですよね。まあそれ分かってるのは竹上さんぐらいなんですけど、誰に聞けばオルグマスターの消息が分かるんでしょうか。じゃあそこら辺掘り返して20 years after とかやったらいいんじゃないですか。もう多分ね、誰も知らないから多分眠れなくなるでしょうね。稲田さん最近どうなさってるの？いや、僕は相変わらず戦隊で仕事してますよ。キラメイジャーで。キラメイジャーで。見ましたよ、見ましたよ。去年もレギュラーとして一応呼んでいただいたんですよ、敵側で。で、デカレンジャーから16年ぶりのレギュラーだったんで、また16年後かなと思ったらまさかの翌年にまた呼ばれるっていうね。すごいですよね。いや、ありがたい話ですよ。なかなかいないんじゃないですか、レギュラーでね。いや、でもね、その16年空けずにトントンとレギュラーやってる人はいるから、いいじゃん、そろそろ呼んでくれてもと思ってたんですよ。でも、例えば、まあちょっといないですよねと思ったら、もうそれこそゴレンジャーから始まってたら、もう飯塚正蔵さんなんて毎日ですからね。だから僕はね、ああなりたいんですよ。なるほど。毎年なんか出てんだっていうね。だから、なんだったら怪人の声も毎回稲田さんみたいな。いや、もうね、4人ぐらいで回したいですよ。ね、俺と関さんと鈴村神谷と4人で回したいですね。本当に昔の飯塚さんと与田さんと、渡部さんみたいな、そんな感じのね。大体ローテーション組んでますもんね、そこら辺でね。当時のテアトル栄光の方々でね。ちょっと目指して。いや、もう4人で十分です、我々以上にって。もうお任せします。もう、だからね、その戦隊とかのなんかあり方みたいのをそのメンツだと分かってるじゃないですか。結構ね、アニメと特撮ってやっぱり、なんか勝手が違うみたいで、初めて特撮に来る声優って戸惑う部分もあるみたいなんですよ。でも僕、
ビーファイター兜から特撮からなんで、むしろこっちの方がやりやすいんですよ。なるほど。アニメの口パクに合わせるよりも、スーツアクターさんの動きに合わせる方が僕は楽ですね。ああ、そんなもんなんですね。実際そのね、アニメも口パクの尺っていうのは測ってくれてるんで、まあね、普通に喋って入る尺ではあるんですけど、スーツアクターさんもセリフ言いながら呼吸をしてるじゃないですか。その呼吸に合わせるとすごくセリフが言いやすいんで。まだガオの時はね、フィルムだったから、音声は、現場の音声は聞こえなかったんで、もう動きだけが目安だったんですけど、今はもう、現場の音も聞こえてくるんですよ。へー。でもまあやっぱり映像としてね、多少ずらした方がいいなって時には、そのガイドからずらして声を発したりとかもするんで。そこの、デカレンジャーの、その、ボスもあれ、口が動くじゃないですか。ギミックでね。で、あれも結局横で、ワイヤーでね、こうやって動かしてるんですよ。神尾さんが。中入ってる人の口に合わせてね、やってんですけど、昔は助監督の人が、とにかくもうパクパクやっときゃいいみたいな感じでやってたんですよ。でも、声優さんはそのガイドがないから、まずどこを見るって言ったらやっぱ口見ちゃう人がいるんですよ。そうすると口とやっぱり尺が合わないとか、そういうことになって、もう、結構後半の方からは、ちゃんとした人が口パクやんないと合わないし、あと中入ってる人との芝居と合わないって言って、で、本当にしっかりした人じゃなきゃいけないって言ってね、その点、神尾さんはね、お芝居されてるから、その芝居の呼吸がわかるわけですよ。ちゃんとセリフ通りにこうやってあげてたんだ。一回そのボスのワイヤーの口の動きが、ちょっと違うなと思ったんですよ。やりづらいとかじゃなくて、あれなんか違うなと思ったんで、助監督の方に、これ今日神尾さんじゃないですよねって聞いたら、はいって言われて、なんでわかったんですかって。なんか違うんですよって。やっぱね、その喋りの口を閉じる余韻とか、それがやっぱね、神尾さんの呼吸に僕は合ってたんですよ。だからもう1年近くそれを見てて、ある一周だけ違ったのがわかるぐらいまで言ってましたね。あと極端な話、スーツアクターさんが仲が違ったらわかりますからね。あ、そうですね。当然元国さんとかね、一緒にやってるからよくわかるでしょうけど、僕も自分のキャラクターのスーツアクターさんが違ったら、あ、ここは違う人が入ってるなっていうのはわかりますね。あれ、主典様のスーツアクターはどなたでしたっけ？草加さん。草加さんですよね。ただ、まあ、草加さんはね、ヒーローもやってるんで。ブラックやってらっしゃるじゃないですか。だから、まあ、時々変わりますよね。だから、まあ、ほぼね、あそこの、なんだっけ、マトリックスの時は、まあ、草加さんですよね。うわー、すごい。どれもやってらしたの、草加さん。全ハイネス。全ハイネスやり、ガオブラックやり、あれですよね、ガオキングもですよね。ロボットも。誰よりも先輩じゃないですか。先輩をそんなにこき使っていいの？いや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 、やっぱそれで生き様を見せるんでしょう。かっこよすぎ。いやだからそれこそね、ロボットずっとやってらっしゃったわけじゃないですか。それで、まあ、今はね、優待されて他の若い方になったんですけど、やっぱ草加さんの残したノウハウみたいなのは今でも生きてるらしいですよ。この前ちょっと、今のロボ戦を見に行ったんですけど、新しい方々が入ってたんですけど、なんか決めのシーンとかでビタッと止まるシーンが、やっぱり経験がないと難しいらしいんですね。結構ロボットの剣って重いんですよね。それをブワンと振ると遠心力で動いちゃうらしいんですよ。でも草加さんはうまくピシッと止める技を知ってて、それがうまいことね、ちゃんと伝授されてるらしくて。なんかそういうね、やっぱスーツアクターさんが残した技術っていうのは、なんか後輩たちに伝授されていって残ってるんだなっていうのがまた、素敵な話だなと思いましたね。また主典様もでっかい斧みたいなの持ってんですよ。邪魔そうなやつ。強そうだけどね。うちらやられちゃった斧で何度か。あんまりビリビリですよ。いつもビリビリだったよ。実際斧で切りつけると死んじゃいますからね。大なった手を振られてませんけど。さすがに部下には。大体ビリビリでしたね、我々は。でも武器もね、見た目ほど本物の材質ほど重くは当然ないけど、でも重いですよね。いやもう重そうでしたね。でもその後に浦様、ラセス様っていうね、我々の上司がいるんですけれども、3人ね、レイさんね、3人の中でね、結構今見てみるとね、主典様はね、まあ結構体育会系だけど、申し訳ないけどね、俺的には、ラセス様よりは全然いい。その心は？いや、ラセス様ひどすぎるから。本当に。
まあ分かりやすいですね、怒り方がね。浦様は面倒くさい。だからその辺分かりやすいんですよ。で割と現場にも出ますしね。そう現場にも出たし、そうだった、外部の下だけに任せないんですよ。そうだ、俺もやるから一緒に頑張る。だから本当に主天様が目の前でドッカーンって死んじゃった時は正直あれ本当マジ悲しかったですよ。そうだね。もうその辺の話は中に入って。じゃあちょっと話数に沿っていきましょうか。そうしましょう、そうしましょう。じゃあ皆様お待たせしました。第ボリューム4いきたいと思います。